皆さん、ここんんにちは。にちは。本日は中村留ブースにお越しいただきまして、誠にありがありがとうございとうございます。ます。今回は私たち2人が中村留の機会についてご紹介します。それでは、スタースタート。ト。さて、今回は広い加工エリアと世界最小クラスの工具主軸を併せ持つ ATC 型複合加工機 JX250 をご紹介します。さて、早速ですが JX250 には面白い機能があるんですよね。はい、クロスオーバーストロークと言います。ちょうど今、そのクロスオーバーストロークを使って加工してますね。下タレットが2つとも原点より L 主軸側に寄ってますね。そうなんです。クロスオーバーストロークがあれば、片方のタイプは原点より後退しているときに、もう片方が原点を越えて移動できるんです。なので、こんな風に R 側タレットで芯押しをして、L 側タレットと工具主軸で削るという面白い加工もできるんですね。へえ、そうなんですね。あ、次の工程に移りましたね。これはスプラインですか。そうですね。一刃ずつ加工しています。ミーリングカッターと呼ばれる工具ですね。ワンパスで一刃を加工をしてしまえるんですよ。面白いですね。もちろんホブカッターでも同じことができるんですけども、例えばホブ機能の制御オプションがついていない機械でも、こういう工具を使えば同じようにスプライン加工ができます。工具次第でどんな加工もできるというところが複合加工機の魅力ですよね。さて次は、触れ止めですね。というかこうやって見ると本当にこれ加工領域が広いですよね。そうですね。JX250 は最大加工長さが 1650mm もあるんです。長いですよね。さらにこの工具主軸は主軸中心からマイナス X 方向に 125mm 下がるんですね。Y 軸ストロークもプラスマイナス 125mm 加工しています。XY 平面でも広く使えるんですね。次は内径のロングドリル加工です。実はこの工具主軸 NT スマートキューブと言いまして世界最小クラスに小さいんです。加工領域自体かなり広いんですが、工具主軸はさらに小さくなったことで効率よく加工エリアを活用できるようになっています。こんな風に工具主軸が横を向いていても結構ゆとりがあるように見えますよね。さて、そして次は工具主軸が小さくなったからといってこれ弱くなったというわけでもないんです。モーターパワーは15から 22kW、弊社のラインナップでは NTRX300 に相当します。十分な加工能力があるんですよ。さて次は2工程側です。まずはこの三角形の形状を作ってますね。そして次はエンドミルです。はい、今からスパイラルベベルギアの加工をしていきます。直行軸のですね、回転方向を変える際にこれよく使われますよね。今回は10パイのエンドミルと R5、R3 のボールエンドミルで穴加工、最後に R2 のボールエンドミルで仕上げ加工を行います。全部で4工程あります。工具主軸機ならではっていう動きですよね。ワンチャックで線索加工、ギア加工を行うことで同軸も出しやすいですね。ツールもたくさんつけられますし、いろんな加工ができそうですよね。ところで JX250 は ATC 機ですけど、何本くらい工具を持っておけるんですか？最大120本まで搭載することができます。下タレットも含めると168本にもなるんですよ。めちゃめちゃ多いですね。そうなんです。 ATC 機の魅力といえばやっぱり工具を多く持っておけることだと思います。例えば加工ワークが変わったとしても ATC マガジンにいろんな種類の工具があれば段取り時間の大幅短縮にもつながりますね。そして今これがもうベベルギアの仕上げ加工ですね。はい、ボールエンドミルで最後を整えていきます。こちらのボールエンドミルは R2 のボールエンドミルを使っております。そして、最後は単面と、はい、くるっと反対を向きまして裏側のバリを落として最後にセンターのもみ付けをしまして、これで加工完了となります。今ご覧いただいただけでもたくさんの加工工程がありましたが、皆様いかがでしたでしょうか？はい、今回はですね JX250 についてご紹介させていただきました。この後も中村留のオンラインジムトフをぜひお楽しみください。それではご視聴いただきまして誠にありがとうござあいました。りがとうございました。